枠永製薬とアーパーの共同研究が始まって、お互い今お二方でそういったお話をされる機会もすごく増えていらっしゃるかと思いますけれども、そういったどうですか、進捗の報告会などを経てしてみての感想でしたりとか、どんな感じで行われてますか？新しいことがどんどん出てくる、その時のこのなんて言うんでしょうかね、ワクワク感とか興奮の度合いとかが、これがすごいんですよ。それはですね、こうミーティングの時に枠永社長のお顔をですね、実は私こっそり伺ってるんですけど、もう顔がなんか輝いてくる様子がよく分かって、それが結構楽しみなんですよね。ありがとうございます。そう言っていただけると大変嬉しいんですけれども、実際我々熟成ニンニク抽出液を約70年間研究していく中で、やはり熟成ニンニク抽出液っていうのは何かしら今までの世の中にあるいろんな成分とは違う働き方があるのではないかと。我々はこれ社内で体の基礎を強くしている、健康の基礎を作っている成分素材ではないかっていう表現をずっとしてたんですけれども、それがあったと。ただしこの基礎を強くするというのはあくまでイメージの話であって、きっとあるだろうなと言ってもエビデンスとして証明できなかったという、ジレンマがあったわけです。でその中で2019年の終わりぐらい、2020年の頭ぐらいなんですけれども、当社の研究者がですね、どうもサーチュインに関与している可能性がありますと、 S1PC がサーチュインにっていう報告を聞いて、私の中では実は結構熟成ニンニク抽出液の S1PC がそういう効果があるっていうのはスッと入ってきたんですね。なるほどと、こういうメカニズムがあったんだなっていうことが分かってくる中で、ただしじゃあもっとそこのところをメカニズムとしてしっかりと研究しなくてはいけないというところで、2年間研究させていただいて、2020年2021年と研究して、ある程度データも揃ってきたと。でこの時に満を持して今井先生に見ていただこうと。で2022年に見ていただいたんですけれども、でその後今井先生からいろんなご指導があって、こういう研究をこういう実験をした方がいいっていう中でですね、私もさらに NAD ワールドのことも勉強させていただいた中で、研究を重ねてその結果が出るにあたって、先生のおっしゃられてるその NAD ワールドにまさしく S1PC がそのまま作用しているというか、それがすごい楽しくてですね、なるほど、先生のおっしゃられるとこの NAD ワールドにまさしく S1PC というのはそこに効く成分なんだっていうのが次々と証明されていく中で、体の基礎を強くしていくっていうのがどんどんメカニズム的に今井先生のご指導によってですね分かってくるっていうのは、逆に私は楽しかったです。それを今井先生が見られてさらに楽しかったっていうのは初めて伺ったのですが、それはですね、見てるとよくわかると言いますかそれはだけど逆にそういうなんて言うんでしょうか、それがサイエンスの本来だと思うんですよ。疑問があって、でしかもその疑問っていうのも本当に誰が聞いてもそれが分かったら大事だなっていう重要な疑問があって、それにいわゆるサイエンスとしてアプローチしていく。だから本来はこのサイエンティストじゃない方々が聞いてもですね、それが分かれば確かに重要だよなと、でそれが分かったらすごいよなっていうようなことを、そのサイエンティストという職種というか人種というか、そういう人たちが明らかにしていくという過程があって、その過程で起こってくるこのなんて言うんでしょう、エキサイトメントですね。それを共有していくっていうプロセスが実はすごく大事だと思うんですよ。で今回の共同研究で重要だったのは、もちろんすごい結果が出てきたっていうことも重要なんですけど、その枠永製薬さんっていうこの企業の方々と、私たちのいわゆるアカデミアの研究者の間でその興奮が共有されて大きな成果が出たっていうこの事実自体がやっぱり非常に素晴らしいことだと私は思ってるんです。はい、ありがとうございます。本当にね、このお互いの共同研究によってとてもいい相乗効果が生まれているようにとても
ね、聞いてて感じました。そしてその自然由来の枠永さんの熟成ニンニク抽出液、そして ARPA が研究しているその化学の融合という形でね、お話を伺ってきたんですけれども、今回のこの共同研究を通じてどんな新しい可能性見えてきましたでしょうか。枠永さんいかがですか。いやもうすごい可能性しかないと思ってるのですけれども、今回これは社内でも話しているのですが、70年間我々は熟成ニンニク抽出液を研究してきて、もちろん S1PC も研究してきたんですけれども、むしろこれでやっとスタート地点に立ったのではないかなというふうに考えているんです。というのは、例えば S1PC が体の中でどういうふうに活性をしているのかっていうことをもっともっと深く知ることによって、もしかしたらそれ以外のパスウェイもあるかもしれないと。今は LKB1 からっていうところのが分かってきてるわけですけども、そういったことを知ることによって体の老化のメカニズムがもっともっと分かってくる可能性があると。世の中の高老化というですね、人類の夢に向かってですね、こういろんな示唆をですねできるのではないかなというふうに思っておりまして、これはですね論文の発表も楽しみなのですが、それ後の研究というところも非常にですね私たち興奮しているところですし、あとそういう意味では今まで熟成ニンニク抽出液がいろんな疾病の予防に関与していることが分かっているのですが、これが今回のENAMP-T サーチュイン視床下部からっていうのと、じゃあここにその各疾病の予防のところにつながるメカニズムを我々はそこも分かってるんですが、この間のメカニズムがまだ分かってないんですね。そこのところももうたくさんやらなくてはいけないよというところで、そういう意味では本当に今ワクワクしてますし、もうちょっと研究者もっともっと増やさなくてはいけないというところでそうですね、そういう楽しみはあります。はい、ですからもうぜひそういう楽しくかつ非常に大きな重要な結果が出てくるようなサイエンスを枠永製薬さんにこれからもどんどんやっていっていただきたいと思ってるんですけれども、今回の成果というものは、この S1PC という物質は非常に小さな化学物質なんですけれども、この物質がですね LKB1 という実はこの3つのタンパク質コンポーネントが一つにガチャンとまとまらないとですね活性を発揮しないというような複雑な酵素のこの3つを集める働きをする、そして活性を上げる活性化する働きを持っているという非常に驚くべき機能があることが分かったわけですね。で今まで LKB1 っていう酵素を活性化する物質っていうものは見つかったことがないんですよ。ですからこの自然界にそういう物質が存在するっていうことから、実はそれに例えば似たような物質、あるいは、似てなくてもですね、そういう働きを持ったものが世の中に存在するってことは他にもあるかもしれないっていうことですから、そういうものを見つけてですね、今度はそれを創薬ですね、治療の方向にも持っていくことができるっていうことをこれは意味してるんですね。ですから実は自然界にある物質を有効に利用して未病を防ぐ、あるいは老化を防ぐというようなことにも使えるだけではなくて、本来の医学の流れでこういう物質をさらに薬として開発することで病気の治療にも使っていくんではないかっていう考えが生まれるわけです。ですからこの裾野の広がりがですね、もう格段に大きいということで、まだまだこれから研究を進めていく可能性がたくさんあるということで、これはですねおそらくいろんな他の企業の方々、もしかすると製薬会社の方々も含めて大きな可能性を生み出していくことになるんじゃないかなと私は考えています。今井教授がよくディスカッションの時でおっしゃる言葉で非常に印象的だったのが、まさか自然由来のものの中にこうした活性というかあるものがあるとは思いもしなかったっていうことをよくおっしゃられるので、確かに我々もですねいろいろな
こうどういう研究しているかっていうのを集めていく中で大体合成化合物の由来のものが多いのかなっていうところがあります。で先ほど可能性というところであれば我々はもちろん熟成ニンニク抽出液や S1PC の可能性をとことん深掘りしていく企業なんですけれども、自然由来の他の自然のものにもそうした活性あるんじゃないかって普通に思われると思うんですね。でさらに言えば、ニンニクは太古の昔からですね体にいいと言われているものなんですけれども、他にも体にいいと言われているものは世界中たくさんあるわけで、そうした中に実はそういった活性がある成分、抗老化のまた違うメカニズムかもしれないんですけど、そういうのがあるっていうのは十分可能性があって、それを世界がですねそこあるんじゃないかって一気にいろんな研究をしていく、そういうきっかけになる、そういう可能性もすごいあるんじゃないかなっていうところはあるんですね。その通りだと思います。でその意味ではですねよく思うんですけど、やっぱりこの先人の知恵に耳を傾けるっていうのはかなり大事じゃないかなと思うんですよ。実はこの E-NAMPT っていうこの酵素ですね、今回この S1PC の働きによって血中に出てくる酵素ですけど、これ血液中にあるわけですね。であと実はですねこの NAMPT という酵素が作り出す物質 NMN、これはですね赤血球の中にかなり含まれている。要するに血の中に抗老化成分が結構入ってるっていうことがいろいろ分かってきてるわけです。でその他にも今例えばアメリカを中心に盛んに行われている研究ですけれども、若い個体の血液の中に抗老化を果たすような、成分がいろいろ入っているらしいということで、その成分が何かっていうものを同定していく研究っていうのも進んでるんですね。ということは昔からですね、例えば日本だとすっぽんの生き血を飲むと精力剤になるとかですね、それからあと世界中に血を使った料理、ブラックプディングとかブラックソーセージとかいろいろあるんですけども、面白いのは世界中のこの血を使った料理って必ず健康長寿につながってんですよね。でもちろんこれは伝承ではあるんですけれども、もしかするとですねそういう古くから伝えられてきている、人間の知恵のようなものの中に非常に重要な真実が隠されてるんじゃないか。ですからそういう意味ではニンニクはまさにその例で、もう太古の昔というかもうギリシャ時代からずっとニンニクの効能が謳われてるわけですよ。でもちろんそれもう釈迦に説法ですけども、ですからそれがだけどどうしてなのかっていうのはやっぱり今まであまりきちんと分からなかった。でそれを解明していく、枠永製薬さんの努力の中で今回ですね、それがこのモレキュラーレベル、分子生物学的なレベルまではっきりと分かったっていうことは、これは確かにすごいことだし、ここからさらにこれがスタート地点になって始まってくるっていうことは、もう枠永社長がおっしゃるようにたくさんあるんだろうなと思います。ですから今後ですねいろいろな方々、また別の専門性を持った方々と研究を広げてですね、これ日本初ですから、この日本の中でですねますますこの研究ないしはこの応用をですね盛り上げていけるといいなと思います。それが日本からこの日本が健康長寿国家モデルとして世界に発信できるようになる第一歩じゃないかと思います。本当にねもう白熱したお話を、していただきましたけれども、本当に幅広い可能性がねあるということですよね。さあそしてこれからの社会、人生100年時代とも言われていて、第1話からね先生はピンコロ人生というふうにおっしゃっていますけれども、このただ長く生きるのではなくて、やっぱり元気に生きる時間っていうのをどう支えるかがやっぱり問われてきてますよね。枠永社長いかがでしょうか。そうですね、そもそも寿命は人間は何歳まで生きられるのかっていうのはこれ諸説ある中で、今のところ120ぐらいまでかなっていうふうに言われています。我々はですね不死の研究はしてませんので、不老というところはしてますが、仮に120だとした場合ですね、理想はそこまで元気で長生き、でその後に天寿を迎える時にですね、その日の夜までもみんなで
食事してましたと。で朝なったらあれおじいちゃんおばあちゃん起きてこないねというところで見に行ったら天に召されたんだなっていうような世界があれば、それはですねみんなが望む世界だと思いますし、やはり今多くの不安があるのは自分が年を取っていくと病気になっていって何か人に迷惑をかけてしまうんじゃないか、認知症になってとか、いろんな疾病ありますけれども寝たきりになってしまうのではないかと、それで家族に迷惑をかけたくないという方もいらっしゃる中で、いやもうそんなことはないんですよと、100歳120歳まで元気で長生きでいられるんですよと、天寿はあったとしてもという世界になってくると、一気に世の中っていうのは考え方が変わってくるというふうに私は思っておりますし、全ての方がそれを望んでいるというふうに私は思ってます。自分自身もやはりそういう人生を生きたいなというふうに思っております。改めて、いかがでしょうか、今井先生。今人生100年時代という言葉があるじゃないですか。それでいろいろな国の人にですね、100歳まで生きたいと思いますかっていうようなことを質問するとですね、例えばアメリカとかヨーロッパの方々は7、8割の方々がですね、もう何の疑問もなくイエスっていう生きたいですっていうお答えになるんですよ。ですけど日本はですね、なんと、確か20%強ぐらいかな。要するに現時点ではですね、このいろんな人生のしがらみとかですね、いろんな老老介護とか、今もメディアでいろいろ取り沙汰されているような問題があるので、長生きしたいと積極的に思う方が圧倒的に少ないんですよ、っていう問題があるんですね。ですけども逆にそういう未病のようなことをきちっと要するに予防できるようなことがきちっとできる、そして老化も予防できる。でそれが例えば熟成ニンニク抽出液、あるいはこの S1PC、あるいは NMN といったような物質を積極的に利用していくことによってリーズナブルなレベルでそういうことを多くの人ができるような社会になるとですね、この部分の考え方が相当変わると思うんですよ。いやそうやってちゃんと科学で裏打ちされたいい方法があるんだったら私もやってみようかなというふうに考えるようになる方はたくさんいらっしゃると思うんですよね。でそれがこれからの日本の未来を明るくすることが重要だって私が申し上げましたけれども、その 2,3 割くらいの人がもう望むだけじゃなくて、やはり日本の社会全体がそういうことが可能なんだと。だからそれに向かって毎日毎日を積極的にポジティブに生きるんだっていう考え方で実践していただくということが世界に発信していく健康長寿社会のモデルになると思うんですね。でそれを実現するための方法論が今この枠永製薬さんとアーパの共同研究から、また世界の老化寿命研究から見えてきているということで、そこにぜひ希望を持ってですね見ていただきたいし、サポートもしていただきたいと思っています。そうですね、特に私たちはいろんな臓器の弱るのを抑えていくということが重要なんですが、私は個人的に一番最後の難敵の臓器は脳だと思ってるんですね。その通りです。でこの脳がやはりこの老化というか、認知症っていう疾病もありますけれども、ここの部分に非常に働きかけることをしなければいけないと。でそこに対して熟成ニンニク抽出液や S1PC はおそらく可能性があるというところは、ぜひこれから研究は深めていきたいなというふうに思っております。私もまさにそう思っておりますので、今後ぜひさらなる共同研究をよろしくお願いいたします。枠永製薬、私の祖父が創業して70年というところで、私自身は自分の役割としては、祖父が熟成ニンニク抽出液を見つけ出したわけなんですけれども、それをですね実際に効果がどういうものがあるかと
っていうところをしっかりと深めて研究して世の中に知らせていく、これが孫としての役割でもあるというふうに思っておりまして、実はその研究成果の先はもうみんなが明るい社会、元気で長生きというところを疑う余地もなく元気で長生きでいられるんだと、そういう世界をご提案していきたいと思っております。でも最終的にはですね、これも社内で話してるんですが、そうは言ってもやはり老化以外の病気も、老化以外が原因の病気もあるわけで、そういったところの全ての病気の治療法を確立するというのが我々枠永製薬の最終目標なんだと。まずはそこもしっかりと研究してですね、世界の健康にですね貢献できる会社を目指していきたいと思っておりますし、ぜひ今井教授のお力も今後も何卒よろしくお願いいたします。こちらこそもちろんです。ありがとうございます。今井先生お願いいたします。実は私はもうアメリカに移り住んでですね28年になります。で、外から日本を見ていると非常に痛切に感じるのが、自分が生まれ育っている母国が元気でいること、あるいは世界から尊敬される国であることっていうのが非常に大事なんだなと思うんですよ。それがこの日本の国の外に住んでいる人たちの心の支えになるんですよ。ですからこれからですね、日本はもちろん超高齢化社会を迎えて大変なことが起こってはいくんですけれども、その中でこういう研究の成果をですねいち早く社会実装することで、日本がこの健康長寿国家として元気であり、そして世界から尊敬される国であり続けるというふうにあってほしい、そこに貢献していきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。本当に今後のね研究成果もますます楽しみになるようなお話でした。今井先生、枠永社長、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。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 